こんにちは。俺の名前はシン。これはばらつきを扱う秘伝をオープンにする5回目の動画だ。前回の動画では時系列の確率分布ベクトルを使って車の制御設計について説明した。この後、時間積分など微分方程式の解につながる説明を考えていたが、もっと平易な製品設計に役に立つ応用例に対する要望が強かったので、しばらくソフトやハードの設計例を扱い、時間積分はその後に説明する。今回は様々な製品の制御設計でニーズが高いと思われるランダムなイベントを扱う場合のソフト設計について説明する。ここでいうランダムのイベントとは、データの発生頻度や処理するまでの時間、製品機能の作動量などがランダムに変化する場合に、それぞれのパラメータを分布としてバランス設計を行う設計例を説明する。例えば、車が自動運転で走行中にお客様にとって意図しない不適切な車両挙動が発生し、ディーラーにクレームに行った場合、ディーラーでその時のデータを吸い上げて解析し、お客様に説明したり、製品の改善を行う場合がある。吸い上げるデータは走行中のすべてのデータを常時記録するわけにはいかないので、不適切である可能性があるものを判別して記録する。その場合、記録するべきデータは車両や環境の状況に応じてランダムに発生して、ディーラーでデータを吸い上げるタイミングも事象が発生した当日の場合もあるし、何日も経過した後になることもある。吸い上げるまでの走行する距離も短距離である場合もあるし、長く走行した後に入庫されることもある。他にもシステムの処理時間や通信の遅延、車両挙動の安定性など様々な制御設計に対する応用が考えられるが、ここではこの1について扱う。今回の適用システムの制御に対してもう少し具体的に説明する。通常は一定速度で走行して先行車に接近した場合にその車との車間距離を計測して一定に保つための減速制御を行うシステムがある。周辺にその制御に影響を与える様々なものや状況があった場合、例えば先行車がいなくなったのに減速制御が発生してしまい、不適切な挙動と感じられる場合があったと仮定する。そのような場合に、お客様がディーラーに車両を持ち込んでクレームを伝えたとしたら、その時のデータが記録されており、そのデータを吸い上げて解析することによってお客様に正しく説明できれば安心感につながるし、そのデータはセンサーやシステムの改善に生かすことができる。そのように制御データを記録する機能は一般的になってきているが、どのようなデータを記録するべきか、記録のためにどのぐらいのメモリーを確保する必要があるのかといったことは、記録される頻度、ディーラーなどに持ち込まれるまでの日数、その間にお客様が毎日走行する距離などのばらつきを厳密に設計しないと、必要なデータが上書きされて残ってなかったり、必要以上のメモリーが必要となって他のデータが犠牲になって記録できない項目が増えたりしたりする。実際の設計ステップは、最初に様々なトリガーを設計してそれぞれでデータ発生までの距離頻度の分布を走行データに基づいてシミュレーションで求める。次に過去の品質情報を整理して不具合が発生してからお客様がディーラーに持ち込まれるまでの日数から処理するまでの日数分布を求める。さらに市場で走っている多くの車から収集されているデータから日当たりの走行距離分布を求める。これらの分布を使って分布演算によってバランス設計を行い、メモリーがいくつならお客様がディーラーに持ち込まれた時にメモリーが上書きされないでいる確率は何%なのかといったことを求めることができる。いくつかの記録トリガーで同じことを行い、メモリーの上書きされる確率が十分に低くて、必要なデータが漏れなく記憶されるトリガーを選択すればよい。ここでは記録トリガーの設計については機密情報なので述べない。したがって妥当なトリガーを使って FOT シミュレーションなどによって何キロごとに記録されているかといったデータが存在しており、
そのヒストグラムが基地であることを前提として話を進める。もし今皆さんの設計した記録装置、記録機能があるのであれば、それの記録頻度がわかると思うので、その分布をヒストグラムから作成して演算してもらってもよい。ここでは、これらの分布は全て実際のものとは意図的に異なる値で、それらしく生成したダミーデータを使って説明するが、実際のデータは私の過去の論文で公開されている。興味があれば参考にしてくれ。それでは設計のフローを説明する。データを記録するトリガーのシミュレーションから求めた記録頻度のデータや、不具合発生から D ランに持ち込まれるまでの日数、日当たり走行距離のデータが存在することを前提とする。記録頻度の分布はトリップあたりの走行距離を記録回数で割った記録1回あたりの平均走行距離が距離ごとに何トリップ発生しているかといったトリップ頻度のヒストグラムを作成する。その記録されるまでの距離の分布を日当たり走行距離の分布で割り算を行った分布を求めると、前者は1回あたりの走行距離で、後者は日当たりの距離数なので、1回記録するまでの日数の分布が求まる。ここで記録できる回数を n とすると、この分布 n 個の和を求めると、メモリが埋まるまでの日数が求まる。メモリが埋まると、次には最初のメモリを上書きされて記録されるので、この日数までのデータが吸い上げられる確率を求めればよい。つまりメモリーが上書きされる日数の分布をプラス側に累積して、お客様がディーラーに持ち込んで、ディーラーが吸い上げられるまでの日数の分布と、日数パラメータごとに両者の確率値の積の分布を求めれば、その面積が上書きされる確率となる。以前説明したバランス設計でいうと、お客様がディーラーに持ち込むまでの日数分布が実力分布で、データが上書きされる日数が目標分布、実際に上書きされる分布が達成分布となる。実力と目標の意味が逆であると思う人もいると思うが、単に前工程で目標が決まり、後工程で実力が決まると考えればよい。達成分布は両者の関係を明確にする。準備として、いつもの GitHub から最新の分布 .exe と以下の3つのデータを入手してインプットデータとする。これはトリップごとのデータの記録頻度、日当たり走行距離、お客様が入庫するまでの日数のデータであるが、ヒストグラムを作成するとこのような形状分布になる。何度も言うように、これはそれらしく作ったダミーデータで実際のデータとは異なる。では実際の演算ツールの使い方を説明する。分布 .exe をダブルクリックするとこのように画面が立ち上がる。最初にデータの記録頻度の分布から日当たり走行距離の分布を割り算した分布を求める。前者はインプット1でデータファイルを選択してファイル名 km/time.csv を指定する。後者はインプット2でデータファイルを選択してファイル名 km/day.csv を指定する。それぞれファイル名の後に無視する行数、抽出する列、ヒストグラムの分割数の後0を2つ指定する。演算は割り算なのでディビジョンを指定して出力するファイル名を指定してエグゼキュートをクリックするとデータが1回記録されるまでの日数分布のファイルが生成される。次のステップでは先に生成された NPZ ファイルを使ってデータが1回記録される日数分布同士の和算を行い、そこで生成された NPZ ファイルを使ってさらに和算を行い、それを n たす1回繰り返して n 個のメモリーが全て記録されて上書きされるまでの日数分布を求める。先に生成された1回記録される日数分布の NPZ ファイルから和の NPZ ファイルを生成して生成された和の NPZ ファイルにさらに NPZ ファイルを加算する。ということを繰り返し、ここでは20回加算した NPZ ファイルを生成した。ここで気をつけなくてはならないことがある。入力する分布は最初に分割数を100と指定しているので、最小値から最大値までを100分割してヒストグラムを作成しているが、
割り算によって生成される分布はかなり偏った極端な分布だ。偏りが大きい分布は演算時の分割を細かくしないと分布計上の精度が確保できない。和算の演算の入力フレームでは出力ファイル名と相関関係で指定するパラメータ2つの後の4番目のパラメータとして演算時の分割数を指定できるようにした。ここではこの値を500以上の値にしている。また演算を繰り返すと加算された分布の幅は広くなっていくので、元の狭い幅の分布を加算していくと、途中で分布演算から分布の形状が相似でスケールだけ変換する相似変換に自動的に変わる。これは幅の大きく異なる分布の演算の場合、幅の小さい分布は結果の分布形状にほとんど影響しなくなるので、幅の大きい分布形状を引き継いで幅と確率値の変換だけで結果を求めるためである。もしかしたらその対策として加算して幅が広くなった分布同士で加算した方が良いかもしれない。最後のステップとしてお客様が入庫するまでの日数分布をインプット1でして、先に生成したメモリーが全て上書きされるまでの日数分布をインプット2で指定して、演算方法は %2 を指定して、出力ファイル名とグラフ名の単位名、累積方向を指定して実行すると、お客様が入庫した時点で全メモリーが埋まって上書きされる確率値を求めることができる。これは3回目の動画で説明した分布間のバランス設計で、お客様の入庫するまでの日数分布が実力分布、メモリーが上書きされる日数分布が目標分布として、入庫された時点で全てのメモリーが埋まっている状態が達成分布として生成される。達成分布の面積が十分小さければ、お客様が入庫された時点で必要な記録が残されている可能性が高い。それでは以上の流れを実際のキャプチャー動画で確認する。まず、インプット1のプルダウンメニューでデータファイルを選択して、ファイル名が km/time.csv を指定する。ファイル名の名前の後に抽出条件を記入する。次に、インプット2のプルダウンメニューでデータファイルを選択して、ファイル名 km/day.csv を指定する。先ほどと同じ抽出条件を記述する。ここではコピーペーストしている。次に演算のプルダウンメニューでディビジョンを選択する。出力ファイル名を記述して実行すると、割り算を行った分布の NPZ ファイルが生成されている。生成された NPZ ファイルをインプット1とインプット2で選択して、add で和の分布を求める。で、add を選択して、この時、演算時の分割数として
500以上の値を指定する。これで実行すると和の分布の NPZ ファイルが生成される。インプット1で先に生成した NPZ ファイルを選択して、さらに和の分布を求め、生成した NPZ の和算を繰り返し、ここでは10回繰り返した NPZ ファイルまで生成した。最後にインプット1でデータファイルを選択して cd.csv を指定して抽出要件を記述する。インプット2で先ほど10回の和算で生成した NPZ ファイルを指定して%2を選択して実行すると、お客様が入庫するまでの日数分布と10回メモリーが記録される日数分布から入庫された時点で10個のメモリーが埋まっている分布が求まる。メモリ数を9回分とすると、これが入庫時点で記録されたデータが上書きされる確率となる。これがバランス設計を行った確率分布のグラフ。こちらが対数表示をしたものである。このグラフはメモリーが5回で上書きされる場合、10回、20回の場合などを並べて記述した。5回で上書きされると10日程度で記録が消えてしまう確率が7割なので、トリガー設計を変えてもっと記録頻度を下げるか、メモリーを増やす必要がある。10回のメモリーであれば 10%、20回ならば 2% となり、30日程度の記録が保持されているので、この程度であれば十分だと考える。まとめとして、市場でランダムに発生するイベントを記録する機能設計において、そのトリガーとメモリーを設計するための指針を示した。お客様が入庫されるまでにメモリーが上書きされる確率を求め、トリガーとメモリーの設計において不具合解析に必要な事項が見逃されることなく記録されて、十分な期間保持されるといった性能と信頼性のバランス設計が可能であることを示した。以上のように分布演算を使ったバランス設計は、様々なシステムや電子部品の演算や通信の処理時間や遅延などランダムなイベントを最もバランスよく設計できる方法である。今回は分布演算を使ったソフト設計について説明した。次回は多分ハード設計における重要な信頼性設計について説明する。だから皆さん忘れないようにぜひとも動画の登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。